実際が彼らを守るのなら、私は絶対に友達を助けるんだ。私は陰海教団の司祭、フィービーです。祭司の名において、あなたの旅路が愛と光に満ち溢れるようお祈りします。皆さん、こんにちは。オープンワールドアクション RPG 名調にてフィービー役を務めさせていただいております。本土楓です。よろしくお願いします。いや、フィービーさんのビジュアルを初めて拝見したときに、まずものすごく清楚で、基本的な色が白と、そして青が印象的なんですけど、でもその身にまとってるお洋服以外の彼女の、目線の、ちょっとあどけなく純粋にも見えるけど、なんかちょっと大人っぽいような視点がありそうな子だな。すごく地頭の良さそうな子だなっていうのが、まず第一印象でしたね。どういう風に物語を紡いでいくのかが、すごく楽しみなところでした。祭主よ、どうかお許しを。この争いは、私が止めます。いい意味で変わらなかったです。読んでみて、まず彼女が使う言葉がすごく上品で、本当に頭のいい子だったんだっていうのがよくわかる、そんな、台本や物語になっていましたね。でも、ちょっとギャップみたいなところでいくと、彼女がビジュアルで言うと落ち着いて見える。で、喋った時も品がある。だけど、実は可愛いものが好きで、それでテンション上がっちゃうんだけど、それを人には見せないようにしているっていうところがあって、可愛いところもあるじゃない、なんて思っちゃいました。静粛に、答えてください。こちらです。神よ。どうか私の声を、救済をもたらす青い鳥よ。彼女の魅力はやはり精神力でしょうかね。もう何度も言ってしまってるんですけど、その品があるとか頭がいいっていうところだけじゃなくて、何か物語の中で問題が起きました。解決しなければなりませんってなった時に、彼女ってすごく率先して、行動を起こしてくれるし、人の気持ちに寄り添ってくれるんですよね。でも、人のために頑張るがゆえに、自分自身がちょっと危うくなる時とか、ちょっと脆く見える時とかもあって、放っておけないところもある。そんな子だなっていうところが、もう、どこをとっても魅力だなって、そんな子がフィービーだと思います。このゲーム名調、本当に皆さんももうたくさんキャラクターがいるっていうのは知ってると思うんですけれども、その中でその名前、フィービーちゃんだよって決定を聞いたときに、果たしてそのたくさんいる個性豊かなキャラクターたちの中で、そのフィービーちゃんはどんな子なんだっていうのは、嬉しいのはもちろんですけれども、ワクワクがありましたね。楽しみでした。ほの暗い水底から浮かび上がると、金色の光が目に飛び込んできました。こんなにも大きな恵みと教えを与えてくださるなんて。どうか、私に答えさせてください。あなたの願いは、私を導く福音ですから。そうですね。フィービーっていう女の子の役作りは若干苦戦はしましたね、まず。素直で、別に暗いわけじゃない、普通に明るいナチュラルな子なんだけど、でも真面目でしっかり者っていうところのバランス感は、その彼女の年齢感も一緒にあって悩みましたね。でもそれ以上に自分の中で難しいって思ったのは、フィービーがとあるシーンで鼻歌のような、歌手ではないけども歌を歌うみたいなシーンがあったんですよ。で、それは台本で分かってはいて、で、いざ、じゃあそろそろ、収録日も近いし、覚えようと思って音源開いたら、結構、数十秒ぐらいの長さの鼻歌で、
ふんふふんとかでもなく、めちゃくちゃメロディーラインがあって、これガチだっていうのが一番震えました。すごく楽しかったです。フィービーとしていろんな言葉を紡いだときに、やっぱこの世界、名著だからこそ出てくる言葉とかがたくさんあって、すごく素敵な世界観だし、魅力的でどこか幻想的な印象を受けましたね。そこがすごく、私自身収録の頃から楽しみでしたし、何より個人的にはオープンワールドっていうジャンルのゲームがものすごく好きでして、これも絶対綺麗だしワクワクするゲームなんだろうなってずっと思いながら心を込めて収録しておりましたので、皆さん存分に楽しんでほしいです。晴れ渡る空を風船が覆い、音階と踊る人々に虹のような笑顔が浮かぶ中、月桂冠があなたに渡ったとき、私は本当に嬉しかったです。今回のカルネバールにおいて、最も輝かしい光景でした。私は、あの日の景色を絶対に忘れません。フィービーちゃん、本当に可愛くて、でもかっこよくて、いろんなギャップがある子です。ぜひ彼女を手に入れて、そのギャップを自分の目で確かめてみてください。ゲーム、メイチョウ、ただいま好評配信中です。まだ遊んでないよっていうそこのあなた。ぜひ遊んでみてこの世界観にどっぷり使ってくださいね。お楽しみに。